はい。じゃあ今度は俺が質問する側、答える側でやってきます。2人ともまあ仕事をゲットできましたと、でそれぞれが全然違う業種で働くことになって、俺の分はまた別のタイミングで別の動画でこう話してるけど、今回は未来の仕事について話してもらえればと思います。じゃあいつから仕事探しを始めたか。仕事探しはこうせっかちだから仕事早く見つけなきゃが結構あってオランダでの仕事をどうやって見つけるかとか、どういったサイトを見たらいいんだなっていう詮索は割と渡航後すぐくらいからしてたかな。早かったよね、だって横でずっといやまだビザもないのに無理だって言ってたもんねもう何回も何回もなだめられつつも一周するとやっぱり不安でまた調べ始めるっていうのを少しずつやってて、ただ本格的に探し始めたのはやっぱり居住許可証が下りてから本腰入れ始めたかな。じゃあ何月ぐらいだあれは。だからほんと3月頭とかそれくらいからかな。渡航して2ヶ月後3ヶ月後くらい。どうやって仕事を探した実際は公平と被る部分もあるけど、リンクトインは登録してたから、そのアラートをかけて随時更新されるのを見てたり、あとはその日系の企業の求人サイトとか、オランダの商工会議所の求人もそうだけど、日本で海外就職をしたい人向けの求人サイト、なんかいろんなの見てたよね、あとはオランダの求人サイト、オランダ人じゃない人向けの求人サイトとか、あと序盤は季節労働とかもさ、興味があったからアグリカルチャージョブみたいな。だって住み込みで農家行きたいってやってたもんねそう全然返事なくてダメだったけど、とか結構広範囲でサイトは使ってたかな、あとはホテルとかもともとホスピタリティ業界で働いてたから、ホテル専門の求人サイトとかも使ってた、調べすぎだねじゃあどんな仕事に応募した？もともとはずっと接客業をしてて、シフトで生活が合わないっていうのがあったから、最終的な日本での前職はオフィスワークに切り替えてて、そうだね、だからホスピタリティじゃなくなってたもんね。そうだからできればそのオフィスワーク、e コマースとかをやってたから、その関連の仕事を見つけられたらいいなっていうふうには思ってて、そういう業界とか旅行の手配とかの仕事もちょっとしてたから、そういう仕事自分の経験しているものでオフィスアワーに働ける仕事を最初は割とメインで見てた、休みが合うようにとかね、一応せっかく2人でオランダ来てるのに生活合わなすぎてどこも一緒に出かけられないってなったらなんか一緒に来た意味みたいになるから、一応最初はそれで探してたかな。結果的に決まった仕事はそこじゃないじゃん、そういう業種じゃないじゃん。なんでそういうとこはダメだった？やっぱりその経験値が少なすぎるっていうのもあるかもしれないのと、あとはやっぱりオランダ語できて英語もあるといいねっていう、オランダの人ハイスペックだもんね、オランダ語プラスイングリッシュあるとベターっていうような求人が多くって、ダメ元で応募するけど結局通らないとか、返事が返ってこないとか、もっといい条件の人がいたからごめんねみたいなメールがたくさん届いたかな。競争が激しかったのかもね、それはあるかもしれないね。なんか人気の業界だったりとか、オフィスワークの経験がやっぱ短いから他の人と比べた時に多分強みにならなかったんだよね。そうだよ
ね。だってオフィスワーク何年もやってる人がこうオランダに来てとかっていう海外の人もいっぱいいるからね。だからあとはオランダ語ができないからその応募して電話がかかってきたことはあったんだけど、電話がオランダ語でとりあえずなんか言ってるけどわかんないからイングリッシュプリーズって言ったんだけど、そしたらうちはちょっとオランダ語できないとダメだからっていう、せっかく電話までくれたのにイングリッシュしか話せないって言っただけで話が終わっちゃって、そうだよねってなったりとか難しいよね、なんかだから日本のそのオフィスワークって言ってもいろいろ種類があるけど、そのカスタマーサービスだったりとか、その旅行のね代理手配だったりとか、電話してくる人にオランダ人の可能性があるのであればやっぱオランダ語で出て、で手配は英語でやるとか、かオランダ語でそのままやるとかっていうことになっちゃうもんね。あとは多分話すがなくてもやっぱりオランダの企業だから書面だったり、内容が全てオランダ語になるだろうから、その喋るもそうだけど読み書きができるっていうのも書いてあることが結構多かったかな。じゃあ結果的にどんなところで決まった？結果的には今はホテルのレストランで仕事をすることになりました。もともとずっとレストランサーバーをしてて、オランダの5つ星ホテルに応募して無事契約までこぎつけました早かったよね。その浩平が仕事が決まって自分はずっと弾かれてばっかりでさすがに焦り始めて、そのあたりからやっぱり自分の強みになる部分にフォーカスして仕事探しをし始めたんだよね。でそのオフィスワークとかにこだわらないでホテル、それこそホテル専門の特化したサイトで自分が興味ある仕事を探して、何件か送って、ホテルは面接したのは2カ所で、どっちも同じくらいのスピードで進んでて、結果的に先に連絡が来た方で。どれぐらいの期間かかったんだっけ、応募してから？決まったところは応募して1週間後くらいに電話がかかってきて、面接するから来てほしいっていう電話が来て、で私の予定もあったからその1週間後に面接をして、その日に契約した段階を踏んで、しっかり面接するとこもあれば1回面接行って経験だけ聞いて、これできるこれできるっていう話だけしてコングラチュレーションみたいなじゃあ雇用形態は？雇用形態は、私の場合は直接ホテルとの雇用主はホテルで、ただ雇用形態としては公平と同じように0アワーコントラクトで契約してる、っていうのもその面接行った時にどれくらい働きたいのって話になって、普通に週5でフルタイムで働けるんだったら働きたいって言って、マネージャーとの間ではフルタイムで OK っていうような話になってたんだけど、その後すぐ HR が今ミーティングやってるから今もうそこで契約書とか話聞いてみたいになって、そっちに連れてかれて実際に HR の人に手続きしてもらうのに書類見せてなんなりして、居住許可書、ワーホリビザを見せた時にそのやっぱりワーホリの制限があって、ホテルの方でもそのシステムにいろいろ入力してたんだけど、そのワーホリビザ見て、これだとフルタイムじゃダメかな、じゃあこっちかなっていう流れで0アワーコントラクトになった。同じやつだよね。だからなんか調べてみたらオンコールワーカーって呼ばれるっぽいんだけど、電話があって働きに行ってっていうスタンスはスタンスなんだよね、一応。だからあんまりこだわりがないのかな、フルタイムだろうがコントラクトだろうが、その人に合った雇用形態で雇われてるのかなっていう印象を受けたかな。そうだね。じゃあ
俺と違って完全なそのオランダ企業なわけじゃん一応。そうだね、このホテルはワールドワイドなグループではなくて、オランダのもともと家族経営で始まってる会社にホテルに決まった。どう働き方は？働き方は内容としては基本的に自分がやったことあること、ホテルのレストランでの働き方っていうのと業務内容はほぼほぼ変わらないんだけど、やっぱり環境。何時からだって働いてんだっけ？私は朝朝食ワーカーとして応募してるから、時間帯としては朝食の時間とランチの時間をメインに働くことになっていて、今のところは早いと7時から、で終わりが3時まで。そうだね、8時間か。8時間で休憩が30分、3時には終わるから。で帰ってくると俺が仕事してるんだで終わりもそんなキリがいいところまでとかじゃなくて、3時になって3時の人終わりとか、言われないことも全然あるから、もう自分から3時になったから私終わりなんだって言えば OK グッジョブみたいな感じでもう終了その飲食店とかってやっぱ残業多かったりとかそういうイメージが多いけど、ちゃんとシフトで働いてる以上基本的にはちゃんと始まりも終わりもぴったり終わる。忙しい時期になったらまた分かんないけど、ピーク前だからねまだ。から働き方っていう意味ではその時間でちゃんとしっかり上がれるのはいいなって思う。あとは一応朝食ワーカーとして雇われてるからディナーの時間に入ることはないし、日本だとやっぱ正社員だから早番の日と遅番の日とってランダムにあって、自分も生活不規則になって人との予定合わないとかもあるけど、今回はその朝食ワーカーっていう風に契約してるから3時とか4時に仕事終わって、その後平日でも休日でも2人の時間作れるし、予定を出かけたりね、予定を組みやすいっていう意味ではそのホテル業界でもそういう働き方ができるんだなっていうのは大きいかな、確かに。一応オランダの企業なわけじゃん、でオランダ語は必要なの？今まで散々オランダ語でダメだったわけじゃん、そこのとこはどう？一応募集要項にはオランダ語と英語とドイツ語もできたらかっていうのがあったんだけどそんなのはお構いなしにポンポン応募して、実際は面接でもそんなオランダ語のことなんか全然聞かれずに雇われて、できると思われてんのかなでもいろんな国の人が働いてて、私以外にもオランダ語を話せない人もいるし、オランダ語話せなくても働ける。じゃあオランダ語必要って書いてあってもいける場合があるってことだね。そういうことだね。英語でコミュニケーション取れれば、あとはやっぱりお客さんが英語しか話せない場合もあるしっていう意味では英語ができればどうにかなる。でオランダ語で言われて分かんないときはオランダ語を話せるスタッフに代わってもらうっていう。それでどこまでいけるかかな。現状は仕事に関してはオランダ語がマストじゃなくても働けます。働いてみてどう？前の動画でも多分話したと思うけど、一つワーホリの目標にしてたオランダの会社で働くっていうのができたのはすごい嬉しいなって思う、働いてて面白いなって思うのがみんな英語は話せるけど一応公用語はオランダ語だし、マネージャー陣とか長くいる人ほどやっぱオランダ語は大体話せる人が多いから、
コミュニケーションを取るときにイングリッシュ or Dutch って絶対聞かれるの派遣の人もいるから毎回どの人が何語を話せるかってみんな把握できてないから、やっぱ忙しいとそんなん考えてる暇もないだろうし、オランダ語でベラベラベラって話した後にポカーンってしてると「おソーリー」つってアメリカじゃ感じなかったことかな、英語が公用語の国だとないやり取りなのかなってすごい思った。聞かないもんね、イングリッシュ or Dutch とかWhat do you speak とかそうなんかそれぞれの一番話しやすい言語で何が一番話しやすいかを聞いてから話し始めるっていうのがなんか今までになかった経験かな。確かに働いててやっぱりお客さんもオランダ語で話しかけてきて、こっちがそのオランダ語が分かんないからお客さんにイングリッシュプリーズっていうのがちょっと申し訳ないなっていう今の悩みで、そうだよね、日本だったらそんな信じられないよねなんで分かんないのみたいななんか日本のお店に日本人が入って日本語で頼んでイングリッシュプリーズって言われたらはっってなるもんなんか、それを許容してくれるのもやっぱそのオランダでは英語が通じやすいっていう許容が広いのかなって。許容が広いって合ってる？てかもう文化的に当たり前のように英語も使うとか、このタイミングだったら英語で話すみたいな、確かにお客さんですら Do you speak English? みたいに聞いてくるかもしれないすいませんってなるけど、現場に立ってる身としてはやっぱり少しずつでもオランダ語でなんか受け答えだけでもできるようになったらいいなとは、今はまだグッモンヘンしか言えてないけどじゃあ一応今回はその未来の仕事についてっていう話でお届けしました、また他のこともね進展があればお伝えしたいです、そうだねちょっと2人ともね仕事を始めたからやっぱり今までと同じように時間は取れないけど、状況が変わったからね。だからちょっとだけ更新頻度っていうかちょっと不定期になるかもしれないけど、できるだけ同じように更新できるよう努めます、頑張りますはい、っていうことで、ではまた次回